下さんの漫画を添削していきましょう。プロの漫画家になりたいと思っています。言葉を選ばず、ズバズバ何でも言っていただきたいです。優しさより厳しさが欲しいです。まずこの漫画をみんなで見ていきましょう。1コマ目、主人公のカマが太った男を狙って飛んだ。2コマ目2コマ目カマは太った男の首を掴みきれませんでした。3コマ目くっそが太った男の反撃です。4コマ目男のパンチも当たらない。5コマ目主人公の足が砂煙を立てて踏ん張る。6コマ目というアクションの1ページを送ってくれました。まずこの漫画のいいと思ったところから伝えていきます。うまいです。うまい。作者の真剣さが伝わってきますね、この原稿から。どこも手を抜いてないアクションシーンっていうのは書くのが難しいんですけども、人物の動きも丁寧に書かれているし、背景とか効果線とか効果音も凝ってますよね。どこも手を抜いてない入魂の1ページです。1コマ1コマのこの2人の動きがよく考えられて書かれてるんですよ。アニメのような流れを1コマ1コマ大事に考えて書いてるなっていうふうに思います。そして主人公がすごい美形ですよね。僕はこの主人公女性かと思ったんですけど、どうやら男性らしいですね。小柄という名前だそうです。主人公が男前っていうのはすごくいいと思います。衣装も凝ってますよね。これ誰に見せてもうまいねって言われる原稿だと思います。プロになってやるぞっていう真剣な思いが伝わってきました。このバシッとアクションが書かれた漫画原稿、どうすればもっとレベルアップするのか、ネームを書いて見せていきます。はい。こんな風にネームを書いてみました。ネームというものは漫画のストーリー展開や演出を確かめるために書くものなので、本来はこれぐらいの絵で描かれるものです。だけどこれでは動画を見てる視聴者さんに漫画になった時のイメージがしにくいので、多めに絵を描いています。こちらは完成原稿ではありませんのでご了承ください。まず、この原稿を見て思ったのは、ちょっとごちゃごちゃしてて読みづらいっていうのが思ったことですかね。僕以外の人にも見てもらったんですね、この原稿。漫画を描かない一般読者と思っていただきたいんですけども、その人はなんかすごいんだけども読む気にならないっていう風に言ったんですね。なんで読む気にならないかっていうと、どこ見ていいかわからないって言われたんですよ。もちろん漫画は1、2、3、4、5、6っていう風な順番で読むものですから、漫画を見せた人もそれは分かってるんですよ。だけど読む気にさせられないって言ったらいいから、ガガーンときますよね。漫画を描いてる人間にとってはね。ここまで一コマ一コマ一生懸命描いて、でしかも画力も高いのに読む気にならないって言われちゃったら、そこまでっていうか。だけどやっぱり読者の目が一番厳しいんですよ。読者の率直な意見っていうのが。9割以上の読者は絵を描かない人間ですからね。漫画家の気持ちなんてわかりません。漫画家は絵が上手くて当然だって思ってるし、この1ページだってどんなに時間をかけて描いてるかなんて考えてくれないんですね。だって読むのは多分これ正直10秒も見てないと思うんで、実際これ書こうと思ったら何時間もかかるわけですけど、見てる人は一瞬ですから、パッと見ごちゃごちゃしていて読みたいっていう気持ちにさせられなければ、どんなに一生懸命手を込んで書いてもパラ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 ってすっ飛ばされるっていうことなんですね。これも残酷です。僕も自分で言いながら悲しくなってきます。僕もどっちかというとこういうタイプなんですよ。割とごちゃっと背景とか入れるタイプなんで、編集さんに書きすぎだって言われるタイプだったんですよ。だからね、切ないんですけど、じゃあどうすれば読者が読もうって思ってくれるかっていう話をしていこうと思います。うどんげさんはここまで高い画力を持ってるわけだから、これからは足し算ではなくて引き算が必要なんですね。書きすぎなんですよ。
レストランに行って、どんなに美味しいごちそうでも、お皿にてんこ盛り乗せられて出てきたら、ちょっと引いちゃうじゃないですか。お皿に、もうハンバーグもスパゲッティも、ラーメンも、とんかつも、唐揚げも、焼きそばも、焼き飯も、フルーツパフェも、焼き鳥も、ぐわーって乗ってたら、すごいサービスいっぱいだなとは思うけど、いや、もういいですっていう気持ちになっちゃいますよね。ちょっとそういう感じになってます。食べ物で言ったら。やっぱ適量ってものがあるんですよ。まあ、白い原稿が1枚のお皿だとしたら、このお皿に適量乗せるご飯の量っていうのがあるんですね。でこれちょっとご飯盛りすぎなんですよ。なので僕はこんな風にしてみました。コマを1つ減らしました。5コマ目と6コマ目。これ2つに分けてますけども、この2つって読者はあんまり注目するところじゃないと思うんですね。なので僕は1コマにまとめました。この太った男が主人公を殴って、それが当たらなかったっていうシーンを1コマにしました。そうすることでコマが大きくなりますから、ちょっとゆとりを持って絵を描くことができますよね。次の引き算。読者はどこが見たいかっていうと、やっぱり顔が見たいんですよ。なので、主人公のかっこいい見せ場のシーン、大きくアップにしたんですね。アップにすると、周りの手とか着物は見えなくなるじゃないですか。つまり、周りのごちゃつくものを僕はなくしたんですね。顔しか見えないぐらいな感じにしたんです。主人公の顔がより大きくなりますから、この1ページだけを1枚の絵として見たときに、ここに一番に目が行きませんか？これだと全部がごちゃついてて真っ黒なので、どこがポイントかわからないっていうか、このコマが見せゴマっていうのはわかりますよ。だけどやっぱり同じぐらいのボリュームっていうか、あんまり注目されるようにできてないんですね。だけどこれぐらい大きくしたら、もう誰が見てもこの1ページここに目が行くじゃないですか。うどん屋さんがこの原稿を書く前にネームっていうものを書いてると思うんですけど、こういうやつね。この時にどのコマをこのページで一番読者に注目させようっていうのが考えてないと思うんですよね。僕だったらですよ、これ大とかで書きます。こうやってこれがもう重要っていう風に決めるんですね。ここに読者が目を行くようにする。次は細かい引き算を言っていきますね。この1コマ目もうほとんど変わらないんですけども、僕は上から見た感じをもうちょっと急にしたっていうか、高くしたっていうか、これよりも高い位置からカメラを持ってきたんですよ。でそうすることで背景が奥にやられるというか、地面が見える分が面積が広がるので、地面を白にすれば建物の背景を描いていても絵にゆとりができるんですよね。ここが白くなるから。これ見ても壁は黒いじゃないですか。ここ白いじゃないですか。なので白い部分を僕は大きくしたんですね。僕だったらですよ、この人物の周りに白く縁取りをするなどして背景と人物が埋没しないようにします。読者がちょっとでも見やすいようにする。じゃないとわからないっていうか、何を描いてるか。例えばこれって主人公が持ってる釜の先にぶら下がってるものだと思うんですけど、これだったら背景みたいに見えちゃうって言ったらいいのかな。主人公の向こうに夜間か何かが飛んでるように見えちゃうんですね。でこういうのもちょっとこう工夫がないというか、自分だったらまあこういう風にこう飛んでるのがこうあったらこう白く抜いて、これが手前だっていう感じを出しますね。僕だったら2コマ目のシュッっていうのも効果線と同じような白い縦線が入ってるじゃないですか。でこうすると背景のスピード線とシュッっていう書き文字が同じように見えちゃって、こういうところも見づらい。僕だったらシュッっていうのをもう真っ黒にしてしまうか、後ろのスピード線をもっと減らすとかしますね。僕はこの釜の動き、こういう風に書きます。あとここの線しか書かないですね。この後ろにこういうスピード線は書かないかなっていうのが、ここで一番見てほしいのは、釜がこの男に当たらなかったっていうのが一番伝えたい部分なので、決してスピード線を見せたいわけじゃないじゃないですか。力が入ってるのはわかるんだけど、書きすぎなんですね。で3コマ目もクソがっていうこの太った男が、僕だったら右のパンチを大きくしてこういう遠近感を出すんですね。こういう後ろのスピード線は顔の周りは白く抜きます。こうやってそうすることで顔が見やすくなるから、全部を入れようとしないっていうか、白いところを作ろうとしないと読者の目が疲れちゃう。でこれも上から見てるのはこっちと同じような理由で、白い部分が多くなれば人物が埋没しないので、背景に。でこのコマの足元にこの
タイル状の床が見えたので、これがあればね、遠近感も出るんで、これだけ入ってるような感じにすれば、二人の立ち位置もどれぐらいの距離で戦ってるかがわかるし、こいつのパンチが当たらなかったんだな、避けたんだなっていうのも一目でわかる。で、一番かっこいいこれですよ。主人公の決め顔がドーンって出てたら、主人公のインパクト、印象を強くする。うどんげさんはメールのメッセージ見ても、すごい熱い男で、原稿に魂が込められる人だと思います。そこはもう、ほっといてもできる部分だと思うから、ここだけ注目してもらおうとか、ここだけ注目してもらおうとか、ポイントを決めて、あとは白くできる部分はないかな、背景を描かなくてもいい部分ないかな、効果線入れなくてもいい部分ないかなっていう風に、引き算をしていってください。そうすることでもっと見やすい原稿ができるし、さらにいいのは書く時間が短縮できるっていうことです。書く時間が早くなります。だってやっぱりたくさん書けば書くほど時間かかるんで、僕もうどんげさんと同じタイプで、一コマ一コマどこまでも書いちゃうタイプだったんです。学生の時。トーンとかも張り出したら止まらなくって、背景も書き出したら止まらないぐらい端から端までみっちり書くタイプだったんですね。そうしたら1ページ書くのがいつまでも終わらなくって、こりゃいかんとなったんですよ。漫画って20ページ30ページあるのに、こんなことしてたら最後まで書くことができない、どうしようってなっちゃったんですね。大学生ぐらいの時に。それで僕は引き算できないかなって考えるようになりました。だからこのページは素晴らしいし、手抜いてる原稿より全然いいんですよ、これは。この感じで全ページ20ページ30ページ書けるのであれば、漫画賞受賞っていうのもできる力があると思うし、担当編集者もつくのもそんな遠くないと思うんですね。だけどデビューってなると、情熱だけではなんともならないところがあって、うどんげさんの自分の漫画、これを読者が読んでるところを想像してみてください。漫画を読んでる読者ってみんな正座して集中して漫画読んでる人ばっかりですか？漫画を読んでる人たちってラーメン食べながら、カレー食べながら、なんか食べながら漫画読んでる人もいると思うんですよ。テレビつけながら YouTube 流しながら漫画読んでる人もいると思います。寝っ転がりながら休憩がてら漫画を読んでる人もいると思うんですね。電車の中とか移動時間に読んでる人もいるかもしれません。そんな風に考えると、自分の漫画って読者は一コマ一コマじーっとじっくり見てないんですよ。例えばこの状況も僕最初に一コマ一コマ漫画を解説していきましたよ。だけどそれは YouTube でこれから動画を見る人たちが状況を理解してもらうために説明をやってるだけであって、実際この漫画読むときってパーって見飛ばしていくと思うんですね。一コマ一コマ主人公が今右手に持った鎌を太った男にかけようとして、でもその鎌が男に当たらなくって、その男が振り向きざまに殴ろうとしたら、その右手のパンチが主人公に当たらなくって、主人公が踏ん張った足から土煙が出てなんて考えて読んでないですよ。そこなんですよ。これは丁寧に書いてるんですけど、やっぱり読み手の気持ちに慣れてないんです、この原稿は。もうね、漫画なんてね、鼻くそほじりながら読まれてるって思った方がいいですよ。漫画家自身は書いてる方は必死なんですよ。これ1枚書くのにものすごい調べ物もしなくちゃいけないし、一コマ一コマものすごい時間かかるんですけど、読んでる方はパラパラパラって読んでバサッですよ。そのパラパラパラって読んでバサッっていう読者にも分かるように書かなくちゃいけないんですよ。読者のみんながみんな読んでる漫画に対して一コマ一コマ理解して読もうっていう人たちばっかりではないってことなんですね。だからそういう読者にも自分の漫画を読んでもらえるように、サラサラサラっと見ても理解してもらえるように引き算っていうものが必要になってくるんですね。これは本当に画力が高いし素晴らしい原稿だと思います。だけどまだ読者の気持ちに立ててないんです。漫画原稿っていうのは芸術作品じゃないんですよ。これの前に立ち止まってじーっとこれをじっくり10分も20分も眺めてくれるものではないんですね。だから漫画家は自分の漫画を見てネームの段階で読者がここは注目するだろうな、記憶に残るだろうなっていう部分と、ここはさらっと読み飛ばすだろうなとか、あんまり覚えてないだろうなとかいうところを見極めて、それを確かめるためにもネームっていうものが必要なんですよ。もちろん書いてると思います。だからこの原稿を書く前にこの段階で力入れる入れないとかってマークつけていってもいいと思いますよ。僕だったらこの原稿だったらこれが二重丸、これが丸、この2つが三角、これが一番見てると思います。次にこの2つが見てると思います。でこの2つがあんまり記憶にも残らない
と思います、読者の。それを確かめて、じゃあこっち原稿を書いていったらどう書くか変わってくると思いますよ。一生懸命書いてるのに、読む気にならないって言われる言葉はぐさっとくる言葉なんだけども、そうか、そういう意見もあるんだなっていうことで、これからは引き算っていうのをやってみてください。そしたらもっと原稿がグレードアップします。プロっぽくなります。もっとセンスがいいって言われるようになると思います。今のままでももうこれ十分なんだけど、プロレベルだと思うんですよ。画力だけ見ると。こんだけ書けて、逆に雑誌に載ってない方が不思議なぐらいの高い画力を持ってらっしゃると思うんですね。それでもやっぱり載ったことがないっていうのであれば、今僕が言ったような部分がまだ洗練されてないっていう風に思います。うどんげさんのね、メールを読むと、ビシバシ厳しく言ってくださいって書いてあるんですよ。でそれしかも結構何回も書いてあるんですよ。優しさより厳しさが欲しいとか、気になるところは全て教えていただきたいですすごい情熱的だよね。まあここが僕はいいなと思って、やっぱ俺熱いやつが好きだから真剣なやつが好きなんで、この原稿を見るだけでも真剣さが伝わってくるんだけども、メールの文章からもこのうどんげさんの真面目さ、誠実さ、熱意っていうのをすごい感じたので、ぜひプロになってほしい。ただプロになるにはギッチギチに原稿に絵を描いていてもなれないっていうとこだね。それはもう僕もそうだったから。逆に言えばうどんげさんはそこまで来てるっていうことです。プロの一歩手前のところまで来てるっていうことです。逆に言えばね、画力をつけるとかそういうレベルじゃないっていうことです。もっと高いところにいるってことです。で、今まで足し算をずっとされてきたと思います。足し算っていうのは画力をつけること、構成力をつけること、演出力をつけること、デッサン力をつけること、足して足して足してしていってここまで来たと思うんですね。今度は引き算をしてください。そしたらもっとセンスアップします。漫画原稿を書くヒントにしてください。この人26歳なんですよ。年も年なのでプロになることは厳しいんですか、アドバイスなどを教えてくださいみたいに書いてあるんですよ。だいたい漫画雑誌の応募には年齢性別問いませんって書いてるけども、あんなの本当なのっていう風に思う人が多いと思うんですよ。もっとはっきり教えてくれよっていう人が多いと思うので伝えますね。少年漫画、じゃあ今度少女漫画行きましょうか。ヤング誌、レディコミ行こうか。レディースコミック、エッセイコミック行こうか。BL 行きましょうか。あとエロ漫画、どこまでもどこまでも。ハイトチャンネルでは漫画原稿を大募集しています。1ページだけで構いません。1ページで完結していても長い漫画の中の1枚でも構いません。小回りやキャラの見せ方やセリフの入れ方、演出なんかをアドバイスします。少女漫画、少年漫画、エッセイコミック、ギャグ、ホラー、スポーツ、恋愛、ストーリータイプの漫画であればどんなジャンルでも構いません。どうぞよろしくお願いします。この動画はハイドチャンネルがお送りしました。